ですね、ローリー。みんなまずい地域でそんなことないと思います。イギリスは中華ローリーもあるし、エンドローリーもあるし、ジャマイカンローリーもあるし、全部植民地のローリーか。日本はなんか優遇されてるらしいですね。ありがてえ。はい、ということで、日本のパスポートは最強。パスポートかざすだけで一瞬で入国完了しました。世界一周7カ国目、ロンドン、イギリスです。イギリスに入国をしまして、現在時刻は22時13分。空港を発します。微妙な時間なので。で、ヒースロー空港にはアライバルラウンジもあるんですけど、もちろんこの時間は閉まっているので、良さげなベンチを探します。アメリカン航空のアライバルラウンジが近くにあったんで寄ってみました。空いてる時間短すぎるな。ラブホかと思った。セントラルバスステーションにいい感じのベンチがあるみたいなので向かっております。結構歩くな。オイスターカードを作ります。日本語だ。払い戻しは48時間後からしかできないみたいなので、とりあえずオイスターカードを作っておきます。15かな。24時間以内。クレカで払います。なんでやねん。オイスターカードゲット。ここが一番良さそうですね。ここにします。本日のキャンプ地はここになりました。チェックアウト。現在時刻は5時20分。はい、今日の宿見つけたので、市街地の方にアンダーグラウンドで行きます。まあ、ロンドン物価高いので4000円ぐらいのホステルが一番安いかなって感じなんですけど、数あるゴミの中からマシなゴミを見つけ出すという作業を30分ぐらいかけてやりました。なんとかそこそこマシな宿を見つけたので、そこに今日は泊まります。で、地下鉄で行けば結構安くで市街地に行けるので、地下鉄で行こうと思います。というか、特急普通の列車で行くと5000円ぐらいかかるんですよね。やばすぎる。で、地下鉄の場合は1日の上限が設定されているので、1日2000円ぐらいですね。1日動きもあれば2000円以上かかることはないので、まあ結構お得です。このオイスターカードで向かいます。タッチ決済にも対応してますが、上限金額はないんじゃないかな。なので、オイスターカード作った方がいいと思います。ただ安い分、そこそこ時間はかかって、1時間ぐらい市内まで時間がかかります。普通の列車だと20分ぐらいで行けるので、まあそこは富裕層は普通の早い列車で行った方がいいんじゃないですかね。まあご存知の方も多いと思いますが、ロンドンは世界で一番最初に地下鉄ができた都市で、確か新選組ができた年にロンドンには地下鉄が完成したんじゃないかなと思います。こんな感じでところどころ高さが違う場所があって、後から増設したんだなってのが分かるような感じになってます。で、線路が4本ありますね。日本にも3線機場はありますが、ロンドンは4線機場になってて、負の電圧と正の電圧をかけることによって電圧差で走らせてるらしいです。で、乗るホーム間違えてました。これでした。車内はこんな感じで、片側扉と両開きの扉があります。で、結構ちっちゃいですね、やっぱり。面白い形です。キングスクロス駅に到着です。これがハリーポッターで有名なキングスクロス駅ですね。でっけーね。9と4分の3番線です。小学校以来の大分数。
常設じゃないんやね。後付けなんや。隣のハリーポッターショップと同様に8時オープンみたいですね。私はハリーポッター見たことないので、行きません。興味のある人は行ってみたらいいんじゃないかなと思います。8時オープンなので、その時間に合わせたらいいと思いますね。で、ちなみに実際の、あれは、なんか制作者の勘違いで、本当の撮影は4番線と5番線の間で行われたみたいですね。はい、ロンドンです。宿に荷物預けに行きます。なんかすでにあんまりテンションが高くないですね。一人で来るところじゃないので、物価高いし、人多いし、帰りたい。あれはイングランドの旗ですね。ダサいな、なんか。赤い2階建てバスですね。まあ、香港にでも見たわけなんですけども、まあ、ここまで来た7カ国ぐらいの半分以上が大英帝国の植民地ということで、さすがです。ブレイカス先輩。宿の方で1時間ぐらい今日の予定考えてたんですけど、やっぱりこの辺から動かないことにします。近くに大英図書館があるので、そこで作業して動画編集とかしようかなと思います。ちょっと移動にもお金がかかってしまいますし、荷物預けるのも1000円ぐらいかかるって言われたんで、今日はちょっとここから動かないことにします。あと天気も微妙なので、明日いろいろと観光しようと思います。物価があまりにも高いので、いろんなとこ節約できるとこは節約しつつ、イギリスに来た目的は今回なんとご飯ですからね。ご飯を食べにイギリスに来てるので、できるだけ食費以外は抑えていきたいと思います。15ユーロを12ユーロに変えてきました。10時25分、18度。めっちゃ寒い。いやー、ロンドンっぽいね。香港もそうやったんですけど、なんか謎にまっすぐじゃないんですよね。中央分離帯があって、ちょっと曲がってから渡るっていう、めっちゃ赤だ。はい、こちらが大英博物館ですね。中に入ります。みんなスタバみたいに使ってますね。エニグマさんじゃん。はい、時刻は間もなく16時ということで、大英図書館を出てきました。なんやかんや6時間ぐらい、ターキッシュ100万マイルの予定とか、まあ、日本に帰れる予定とかを考えてましたね。お疲れ様でした。で、なんか、展示物とか見るには、何かしら登録しないといけないっぽいので、ちょっとそれめんどくさくなって出ました。まあ、2日3日滞在するなら、登録してもいいんじゃないかなと思います。ちょっとめんどくさいですね。マグナカルタとか、あとビートルズとかの歌詞が置いてあったりするらしいですね。以上、大英図書館でした。宿にチェックインしに行きます。はい、まず一つ目のイギリス料理はババータング広東料理ですね。いきます。チンタオビール、香港の街並みがプリントされてますね。懐かしいっす。懐かしい。危ね。エッグソージャン炒め、うまそう。
いや、めちゃくちゃうまいやん。誰だよ、イギリス料理まずいって言ったの。めっちゃうまいじゃん。うまっ。めっちゃうまい。餃子も来た。めっちゃうまそう。絶対うまいじゃん。これちょっと、ちょっとこれイギリス人作ってるかもしれない。でもちょっとイギリスっぽいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。29.30 ユーロに 5% のあれが加わって 30.80、 6000円ですね。5000円狙ったんですけどね。辛いな。まあ味は美味しかったですね。とっても美味しかったです。はい。まあでもなんか何かが足りない感じがしましたね。なんか足りないんですよね。中国っぽさというか、まあそれもイギリスの植民地だからか、そういうことか知らんけど、まあ、あと高すぎて味がしなかったですね。値段見ないようにはしてましたけど。ということで次の料理はまた明日ということで、水1ポンド200円、1リットルで200円。まあぼちぼちか。しか6000円が高すぎて手に力が入らない。冷たくないやつだったら95ポンドがあった。 1.5 リットル明日まで持つかな。6000円きついな。6000円はきついって。選択します。 Please present your card or your mobile authorizing. 5ユーロでプレススタート。スタート。なんでだよ。乾燥します。 Please present your card or your mobile phone authorizing. 2ユーロじゃあ2ポンドです。おはようございます。三蔵星です。おはようございますと言っても10時22分。チェックアウトギリギリまで寝てました。昨日全然寝てないので。で、今日はご覧の通りこの快晴でございます。なので観光をしていきたいと思います。宿には4ユーロで荷物を預けているので右側です。キングスクロス駅から地下鉄に乗ります。ビクトリア線です。みんな右に並ぶっぽいですね。ビクトリア線は全線が地下で、地下鉄の中で2番目の混雑度を誇る路線だそうです。なんかもう始まってるっぽいですね。まだ11時に全然なってないのに。民族大移動ですね。めっちゃ駅の方から人が来てます。日陰はめっちゃ涼しくて気持ちいいですね。何度だ？19度。もう人間が過ごすための気温ですね。到着しました。これがバッキンガム宮殿ですね。日本でいうところの皇居です。これまで乗ってきたビクトリア線の名前にもなっているビクトリア女王の即位1837年に合わせて公式な邸宅となりました。11時になりました。始まったっぽいですね。人が多すぎるのでもうちょっとしたら行きます。雰囲気は運動会です。欧米人でかいよ。
Ahora se puede escuchar. Beanskin baby. No waiting. Keep walking. Come on. Oh no, what happened?11時47分、結局最後までいましたね。次の目的地に行こうと思います。わあ、めっちゃ人おる。なるほどね。これがビートルズで有名なアビーロードですね。ビートルズは全然分かりません。外貨をたくさん持ってきたからイギリスからめっちゃ表彰されたらしいですね。以上です。はい、ベーカーストリート駅で降りて、これがベーカーストリートですね。で、これがシャーロック・ホームズ像です。まあシャーロック・ホームズ読んだことないのでいいかな。もうちょっと文学とか音楽とか勉強してくればよかったですね。イギリスのという後悔もしつつ、次の目的地に行きたいと思います。これ多分メトロポリタン線なので世界最古の地下鉄ですね。1863年多分に建設された世界最古の地下鉄です。黄色い線がめっちゃ外側だ。めっちゃロンドンのクラシックバスだ。こっちはなんか普通のは結構電気化されてるっぽいんですけど、これ昔のやつですね。いいね、趣があって。こっちは結構香港っぽさありますね。植民地か。はい、これがナショナルギャラリーと、違う、こっちがナショナルギャラリーで、こっちがトラファルガー広場ですね。16時10分に予約をしているので、ナショナルギャラリーの後でまた来ようと思います。それまで観光を続けます。インスタフォローしたらアイライナーもらいました。いいお土産や。このルーレット回したらなんかもらえるみたいですね。お腹空いたし疲れたので2軒目のイギリス料理ですね。パーティーズという料理だそうです。美味しそう。イギリス料理のコーンウォールパスティという料理が植民地時代にジャマイカに伝わって現地でアレンジされたものらしいですね。中はカレーかなが入っててスパイシーで美味しいです。で、中身は選べるみたいでビーフを選びました。他にもチキンとかいろいろありました。美味しいです。結構美味しい。イギリス料理はやっぱうまいですね。これナショナルギャラリーでしたね。私が予約してたの博物館の方でした。大英博物館は向こうですね。そっち4時なので、ちょっと暇だしゴッホのひまわりだけでも見ていこうかなと思います。とりあえず上から見ようってことで4階にやってきました。レストランがありますね。高そう。
チューダー朝だ。クズ男エリザベス。エリザベスの前のメアリーさんですね。エリザベスエリザベス。ちょっとお腹へこませすぎちゃう。あかんねこれ。普通に楽しい。みんなもじゃもじゃー。あれなんでこんなとこにいるんですか。何してんですか。ビクトリア。まさに数の暴力って感じ。でかい家が並ぶと迫力が違いますね。この辺は現代ですね。2階です。ダイアナ。誰やろ。チャーチルや。普通にひまわり飛ばしてたっぽいので、もう一回3階に行きます。エリザベス2。なんか違うと思ったらナショナルポートレートギャラリーでした。ナショナルギャラリーに行きます。不勉強すぎる。Who wants an ice cream? I do. 今度こそナショナルギャラリーです。これも入場は無料。タッチ決済で寄付ができる時代。すごいね。アジアの金とはまた違った豪華さがあっていいですね。こんな感じに2階の東ウィングはキリスト教題材の絵画が集まってます。アダムとイブですね。美乳。ミケランジェロエリアですね。これが天の川ですか。天の川。ルーム38から40番台が18世紀から19世紀のフランス絵画です。印象派っぽい。絵の具が進化したことで見たものをそのまま外でスケッチできるようになったということですね。で、これがゴッホの代表作、ひまわりですね。ひまわりのような。すごい美術館っぽい。めっちゃハプスブルー。はい、ナショナルギャラリー終了です。あれですね、0円で入れることを喜んでるような人は教養がなくて楽しめないですね。私もその一人であるんですけども、もうちょっと美術とか芸術について勉強すればよかったなと思いました。歴史はそこそこ勉強したので、それでなんとかカバーはできた感じはありますけど、もうちょっと勉強すべきだったなとは思いましたね。特にルネサンスとかその辺勉強すればよかったなと思いましたね。いようと思えば何時間でもいられるなっていう感じではあるんですけども、この後は大英博物館も控えているので、ちょっと足が疲れたので、ちょっと休憩しつつ、次の目的地行こうと思います。2階建てパスで行きますよ。88番のバスでウエストミンスター寺院の近くにやってきました。はい、ということでウエストミンスター寺院に到着です。パリのノートルダム大聖堂っぽいですね。ここではイギリス君主たちの戴冠式が行われてたり、エリザベスのお墓があったりします。中に入るには6000円ぐらい払わないといけないので、金欠の私には辛いです。なので行きません。ということで、続いては向こうに見えてるビッグベンの方に歩いていきたいと思います。ウエストミンスター寺院とウエストミンスター宮殿はロンドンに4つある世界遺産のうち1つに数えられています。はい、ビッグベンです。時刻は3時10分。いろんな国の国旗が掲げられてます。あれはウィンストン・チャーチルの像ですね。ドイツからイギリスを守った英雄としてイギリス国民に愛されているそうです。はい、ロンドンで最も有名な観光地の一つであるビッグベンですね。
あとテムズ川、そしてその上の飛行機です。で、向こう側にはロンドンアイもあります。でかい観覧車です。ビッグベンの正式名称はエリザベスタワーでして、エリザベス2世の在位60周年を祝って名前が付けられました。かなり飛行機が飛んできますね。確かに降りるときにこの辺見えましたもんね。ということで16時10分にもうすぐなるので、大英博物館の方に行きたいと思います。ピカデリースクエアで乗り換えです。なんか東南アジアっぽいですね。衰退しすぎて植民地すらに負けてますからね。観光で稼いでいくしかないですね。土地が痩せてるから。はい、大英博物館到着です。16時10分のチケットを取っているので問題なく入れます。ハンドバッグとかを持っていると手荷物検査があります。私は着るリュックを着ているので特に何もなかったです。着るリュック最高です。夏物も欲しいので案件お待ちしております。よろしくお願いします。ということで大英博物館の中に入っていきたいと思います。はい、盗品博物館の中に入ってきました。略奪博物館だっけ。ブリカスっぷりを感じていきたいと思います。いきなりやばいですね。数が多すぎる。800万点この大英博物館には所蔵されてるんですけど、公開されてるのはその 1% の8万点だそうです。安心してください。履いてませんよ。ロゼッタストーンですね。上段がエジプト象形文字ヒエログリフで、真ん中がエジプト民謡文字デモティックで、下段が古代ギリシャの文字ですね。これのおかげで古代エジプトの文字の解読が進んで、なんかいい感じになったらしいですね。メキシコですね。メキシコも文明が長いですからね。南米ですね。南米はまた再来月行くので勉強しないといけないですね。やっぱめちゃくちゃ広いですね。マップが2ポンドで、ガイドブックが6ポンドで売ってます。久しぶりの感じだ。中国の石器についてですね。この辺は馴染みが深いですね。ということで中国人がめっちゃ多いです。中国人、ここにみんな集まってそう。絶対中国で見れるだろう。ガネハンや、ここからはヒンドゥー教ですかね。南アジア、インドのエリアっぽいんですね。仏教とかヒンドゥー教が多めです。またこんなでっかいの持ってきて、英国紳士。なんか入れん。帰りたいよ。帰りたい。エジプトですね。ミイラのマトリョーシカ。いやー、神の使いですね。なんでやねー。なんか辛いことでもあったんかな。ということで、ローマ帝国編ですね。お金の歴史ですね。いろんな国の硬貨と紙幣の歴史が飾ってありますね。お金の歴史の始まりですね。紀元前とかからお金はやり取りされてたわけですね。お金なくして人類の発展はないですからね。時計ゾーンですね。こういうの機械工学マンにはたまらないですね。ウォッチの歴史ですね。腕時計が流行り出したのは第一次世界大戦の塹壕戦らへんだったと思います。ちょうどこの辺ですね。これハリポタで使われたやつらしいですね。ミイラです。アッパーフロアはだいたい見終わったので、ローアーフロアの方に移動します。でかすぎだろ。ロゼッタストーンの USB メモリ16ギガで4000円ってやばいな。メルカリで売ったら売れるかな。カフェもあります。なかなかしますね。1000円ぐらい一切れで。やばい。ローアーエリア、モアイです。今いるところがグラウンドで、この下がアフリカ、ローアーでした。
なんか閉まってるので行けません。アフリカは南アフリカ次行くので、そこで勉強したいと思います。残念。またでっかいの持ってきてから、でかい、でっけエジプトは返せって言ってるらしいんですが、まあこんなシンボルみたいなものをね、返すわけがないですよね、彼らが。これが本物のロゼッタストーンです。石やね。紀元前のギリシャですね。首なし像。ここもブリカスなところですね。一部だけ持ってっていいよって言ったら、なんか拡大解釈して全部持ってっちゃったやつですね。全部というか、もう何から何まで剥がして持っていっちゃった感じですね。さすがです。こんなでっかいのまで持ってかんだろ普通。遠慮ってものを知らない。11時から15時までのところがそこそこありますね。いや、持ってきすぎやろ。多すぎだろ。あ、尻、お前もか。これで全部かな。多分ほとんど回りきったと思います。有名どころは特に。はい、以上です。はい、ということで以上で大英博物館終了です。いやー、人類史というか世界史というか全てが集まってる感じがしましたね。人間の全てって感じです。広すぎる。まあ普通にガイドとか、オーディオガイドだけでもいいんでガイドは必要だなと思いましたね。少なくともマップの写真撮っとかないと迷いすぎてどこに自分がいるかもわかんないですね。めちゃくちゃ楽しかったですね。滞在時間としては自分の学の量で決めたらいいと思いますね。正直学ないと全然楽しくないと思います。もうめちゃくちゃ学があって仕方ない人は午前中オープン1番で入って11時から3時までしか見れないやつを見てご飯食べてでまた再開してっていう1日プランが良さそうですね。本当に学があればあるほど長くいられますね。全然1日いられると思います。はい、ということで次の目的地に向かいます。時刻は18時。明るいね。運よく一番前に座りました。ドナウ川じゃなくて、なんだっけこれ。何川だっけ忘れちゃった。ビッグベンが向こうに見えますね。2階建てバスって感じ。なかなかいいですね。おー、すっげー。これはグレートブリテンですわ。グレート。はい、ということでやってきましたタワーブリッジ。1894年に開通した高さ60メートル、長さは240メートルの橋ですね。可動橋なので1日2回ほど上がるらしいです。この上の部分は歩けるらしいですね。私は金がないので行けません。ちなみに川は超汚いです。ガンジス川よりはマシかな、一緒ぐらいか。で、向こうのでけえのはザシヘードという309メートルのタワーです。いやー、かっこいいね。で、テムズ川を挟んで向こう側にはロンドン塔があります。ロンドンにある世界遺産の4つのうちの1つですね。あと2つはグリニッチ天文台と、あと庭園ですね。グリニッチはちょっと行きたかったですけど、いいか。隣のビジネス街とのコントラストが何とも言えなくていいですね。向こうの橋がロンドン橋ですね。舞台に出てくるやつです。で、あれがあそこの桟橋に止まってる船、たまに日本のやつも止まるって聞いたことがある気がします。逆光ですけどテムズ川がいい感じですね。すごいちょっと揺れてる気がする。もうすぐつなぎ目の部分ですね。つなぎ目汚いな。
はい、渡り切りました。散歩にちょうどいいですね。で、これがロンドン塔です。後ろに見えるビジネス街との対比がいい感じですね。エモい。ロンドン塔の奥に見えるシェードがいい感じですね。ディストピア感。右を見て左を見て、日本と一緒ですね。はい、キングスクロス駅に戻ってきました。ここから飯を食べに行きます。ついでにハリーポッター見に行こうかな。今夜の8時なんですけど、外が明るいからかなんかランチセットめっちゃ安いの頼めましたね。8ユーロで普通にセットメニューが頼めました。めっちゃ安いと思います。安かったんで、ラッシーも頼みました。なんかラッシーとビールが同じ値段っていうのを見て、まあいいですね。ラッシー1000円、インドの5倍くらい。うまいけどインドのがうまいな。腹壊したけど、これで約8ポンド、結構安い。味付けしっかりしてて、カレー風味がほんのり効いててめっちゃうまいです。ナンもちゃんと美味しくて、カレーもパクチーが効いてて美味しいですね。ランチセットなのでめっちゃナンが余りました。うまいのはうまいんですけど、なんか足りないというか、中の上ぐらいのうまさっていうか、競争されてないうまさというか、そんな感じがします。最後はアイス、マジで安いな。なんかもらった。甘い何か。いや、めっちゃアルコール入ってるわ。美味しかった。3200円ぐらい、16.03 ポンド。安いね。タージマハールじゃん。ゲーム理論すぎでしょ。3軒並んでるやん。いける。じゃあ宿行って荷物取って空港行きましょう。はい、荷物回収してきました。これから地下鉄乗って1時間ぐらいで空港に着くので、空港に行って、で、空港泊して、明日はラウンジ巡りをしたいと思います。ということで、ロンドンの感想なんですけども、みんなが憧れるような街だなと思いましたね。街の景観とかはやっぱり計算され尽くしている、そして保全される努力がなされているので、めちゃくちゃ綺麗ですね。本当に計画されてる感じはすごいましたね。治安としては結構悪くないなと思いましたね。夏で日が長いってのもあると思うんですけど、そんなに治安は悪くはないかなと思います。新婚旅行とかにもおすすめですね。でもいつ行くかっていうのが結構難しい街だなとは思いました。教養を求められる感じはしますし、お金もそこそこかかっちゃうので、何歳で行くかっていうのが結構難しい気がしますね。若くで行くと教養も金もないので、あんまり楽しめない、心の底から笑えない気がしますけど、
年食うとまあ年食った時に行った方がいいのかな。まあ年食ったらまた行きましょう。ロンドンは高すぎる。結論としてはイギリスの料理は美味しいけど何かが足りないでした。こいつで空港まで1本です。寝ます。キングスクロス駅から1時間ぐらいです。めっちゃ空いてるな。現在時刻は9時半です。ヒースロー空港ターミナル5に到着です。今日ピカデリーさんは金曜日なので終日運転を行ってます。まあ早めに来ても暇ですけど、どんどんいても治安悪いだけなんで空港に来ました。空港はゾーン6です。マイナス 3.5 になりました。最高。最終便も飛んでしまってもう静かになってますね。いや夜の空港好きですわ。